岡再発見は地下鉄七隈線の話題です。プラス効果がある一方で課題もありそうです。天神南から伸びたレールが博多までつながった福岡市の地下鉄七隈線。延伸されたのは櫛田神社前駅を間に挟む天神南と博多の間の 1.6km、 総事業費587億円が投じられました。延伸開業から1ヶ月以上経ちました。七隈線の乗客はどのくらい増えたのでしょうか。福岡市によると、この1ヶ月間で以前と比べて乗客率は 150% とかなりの増加を記録しています。おおむね順調のようですね。七隈線の沿線ではその経済効果が見え始めているようです。櫛田神社前駅付近のホテルでは外国人観光客などの注目が集まり、予約が順調に伸びているようです。一方で七隈線の延伸開業によってマイナスの影響が出ているところもあるそうです。それは七隈線沿線を走っている西鉄の路線バスです。博多駅から六本松駅、この間では乗客数が 15% から 20% 程度落ちているという状況です。こちら天神地下街です。地下鉄の延伸によってですね、地下街の人通りが少なくなるのではないかという、予想もされていましたが、現在のところいろいろな調査機関によれば、そんなにですね人通りの方は減っていないということです。天神地下街を利用する乗り継ぎのお客さんは1日平均で1万6000人以上いました。繰り返しになりますが、七隈線の延伸開業で乗り換える必要がなくなり、人通りが減ってしまうという恐れがあったのですが、今のところデータとしては影響がなさそうです。しかし大きな問題としてクローズアップされているのは午前と午後のラッシュ時の混雑です。そしてこの混雑の要因の一つとして挙げられているのが車両の大きさの問題です。同じ福岡市の地下鉄空港線と箱崎線は定員が1編成で844人、一方の七隈線はいわゆるミニ車両と呼ばれて定員が同じく1編成で378人、空港線箱崎線の輸送力と比べて半分以下の能力しかありません。その輸送力の差は一体どこから来るのでしょうか。実は大元の原因はトンネルの断面積にあります。空港線が直径 6.1 メートルに対し、七隈線は 4.7 メートル、断面積は4割減となります。そうすることによって1キロあたりの土木工事費は推定ではありますが、空港線の約370億円に対して七隈線の延伸はおよそ220億円となり、4割のコストカットが図られたようです。トンネルの断面積を小さくすることで地下鉄の工事費用を大きく抑えられたというメリットの一方で、車両も小さくなってしまいました。そのために七隈線では今の通勤地獄が発生していると言えるのではないでしょうか。根本的な解決策としては七隈線の車両の増発を行うことですが、現在福岡市はラッシュ時には保有する車両のほとんどをすでに投入していて、今後すぐに増便するのは難しい状況とのことです。福岡再発見、今回は地下鉄七隈線についてお送りしました。皆さんからのメッセージをお待ちしています。このチャンネルがいいねと思った方、いいねボタンをポチッとよろしくお願いいたします。
それからチャンネル登録していただけるとスタッフも喜び、モチベーションもアップにつながり、とっても嬉しいのでよろしくお願いします。それでは次回再発見でお会いしましょう。